こんにちは、加藤です。今日も始まりました100人100作品高評会。今日で100作品目になります。記念すべき本日の出品者は南波さん。作品はこちら。ヴィーナスのある室内生物。お好みの辛さは8辛でいってみたいと思います。どうぞ。自己紹介。はじめまして、いつも拝見しております。30代女性です。デッサンは独学です。10代の時はデッサンはほとんど描かず漫画イラストばかりよく描いていたのですが、20代で絵とは全く別の仕事に就きました。子供も生まれたのですが、コロナ禍もあり家でイラストを再び描くようになったのですが、ウニアトリエ様の動画を見るうちに苦手だったデッサンも描きたくなり、2年前から本を読んだり動画を見たり独学でデッサンを始めました。1年後の目標、美大を出た方からもこの人はきちんとデッサンができているな、美大卒なんだろうなと思われるくらいに上達したいです。解決したいお悩み、主役のモチーフと風景を自然に一体化したような一枚デッサンが描きたいです。趣味で漫画イラストも描くのですが、背景と風景を合わせたカラーイラストが難しく、デッサンで練習して上達させ、元々の趣味だったイラストにも反映したいです。お好みの辛さ8辛。ご意見。まだまだレベル的には低いのですが、デッサンを美大卒くらいまで上達したい願望があるので、厳しめに言ってください。でも、良いところがあれば褒めてくださると嬉しいです。ということで、今回のこの作品、サイズは A3 サイズで、用紙はちょっとわかんないですね。制作時間は7時間。主役のヴィーナスを一番目立たせつつ、背景も不自然にならず馴染ませられるように気を使いました。ということです。質問が来てますね。形を取るとき片目をつぶって描くのですが、いざ色塗りをしようと両目を開けてみると見えていなかったものが見えたり、見えていたものが隠れたりします。写真で見るとそれが明確なのですが、デッサンが完成するまでずっと片目で見続けるのはとても困難なので、やはり途中から両目で見て描いています。今後どうやって描いていけばいいか悩んでいます。あと、ヴィーナスの顔がどうしても綺麗に描けませんでした。アドバイスをよろしくお願いいたしますということで、受けたまわりました。公表していきまして、その後、ご質問に答えていきたいと思います。まず第一印象なんですけれども、こういった卓上の生物、一個だけのモチーフではなくて、今回これここに鏡が立てかけてあるんですね。映すものに背中側が室内の天井、あとはカーテンが映ってるかな。室内を映し出す鏡が背中側に置いてあって、卓上の生物として描かれている。そういった構成になっています。あとこれは何でしょうね。もしかしたら、これ鏡じゃないのかな。いや、多分これはね、モニター、ディスプレイのアーム、テーブル、机にディスプレイアームが設置されていて、何かこう稼働するもののジョイント部分の気がします。ここは一応テーブル面ということで、卓上の生物ですね。いろんなものが台上に置かれていて、卓上というか室内風景として描かれている。そういった一作になります。というわけで、ヴィーナスの全身像なんですけど、これちょっとミニチュア版というかちょっと小さいやつ、テーブルに乗るサイズ、おそらく30センチ程度かそれ以内の大きさ、モチーフのスケール感だと思います。これまでね、こういった、複合的なモチーフ、風景みたいな、画面全部を描いてくる作品っていうのはほぼなかったんですよね。なので、すごい新鮮に映りました。で、次に、白い石膏を描いてるんですけれども、周りに結構強い暗い調子を使っているので、コントラストが強めのはっきりした明快なデッサンになっているなという印象を受けました。あとは、この辺なんかよく理解してる。で、どういうことかっていうと、明暗の日向と日陰の境目に強い調子を入れて、形の境界を、よく稜線って言うんですけど、光を当てた時に影との境目になるこの稜線を強調するっていうのは、独学で書かれてこられたってことなんですけれども、そのデッサンにおける明暗を使った立体表現のコツみたいなものを理解している方なんだなと思いました。
厳しめに見ていきたいと思います。項目に分けていきましょうね。まず形、プロポーションから送っていただいた、モチーフ図が、写真がこれなんですね。ちょっと角度が違うと思うんですけど、描いた位置と写真を撮ったカメラのレンズの位置違うと思うんですけど、これを参考に見ていこうと思います。そうするとですね、プロポーション、ヴィーナスそのもののプロポーションは印象大体合ってると思いますが、若干頭が小さすぎるかな。多分これで言うと、何頭身かっていうとですね、結構なモデル体型なんですけど、ヴィーナスっていうのはそれにも増して、頭が小さい小顔な感じ、より小顔になってる気がしますので、もうちょっと実際のプロポーションを意識した方がいいでしょう。やっぱりモデル体型というか頭小さめに描くことによってスタイルよく見えるんですよね。なんですが、基礎デッサンの勉強においては実際に目の前にあるモチーフと同じ比率の像として描ける方が多分、形の狂いが少ない方がいいんじゃないでしょうか。強調と省略、よりスマートにより美しく見せるためにはより頭を小さくした方がいいのかもしれませんが、基礎勉強のデッサンにおいてはあまりそこはね、脚色を加えすぎない方が自然なプロポーションで自然な、何頭身という比率で描く方がいいと思います。ヴィーナスのプロポーションに関してはそんなところで、重心の例えばこの像そのものの姿というか佇まいがありますよね。片足重心で左足、向かって左側のかかとに重さがかかってるのかな。向かって右側の足をちょっと曲げて少し力を抜いているような、この重心がどこにかかってるかっていう佇まいよくね捉えていると思います。なかなか重心を捉えるのは難しいんですけれども、人体クロッキー、モデルさんを見ながら、短い時間でクロッキーをするっていう経験を積んでいくと、かかとの上に首の骨がちゃんと来るようにかけるようになったり、その両足のどちらに重心を多く置いているのかっていう、何対何くらいで重さをかけているのかっていうのが分かると、その上に、体の中心になる、重さの中心になる、軸になる首の後ろの骨がどこに来るのかっていう、そんな見方が身についてきますので、今回のこのヴィーナス像を使ったデッサンをきっかけに、そういったプロポーションのどこに重さがかかっているのかなっていうのを今後、人物のようなものを描くときには意識していってください。あと形に関して気になるのは、鏡に映っている後ろ姿のヴィーナスがちょっとね、角度的に腰よりも肩よりも頭が向こうへ奥へ向かって、倒れ込むような感じで見えていたと思うんですけれども、この見え方ですね、鏡が傾いているせいでこっちが近くて、足に近くて、ここは距離がだいぶある。そうした時に、形の上ではパースがついて遠くが小さく見えているんですよね。でそういった感じがもうちょっと意識できると、今ね、頭の大きさがあまり小さくなっていないというか、ここを描くときにここだけを見ると綺麗な形だと思うんですが、手前に対して奥に行ってるかっていう観点で言うと、大きくなったせいで、小さくなっていないせいで奥行き感が足りない、傾いてる感じがしないというわけで、単品でここだけで形を見るんではなくて、手前の像に対して奥の像はどんな角度になっているのか、傾いているせいで頭部が上に向かうにつれてちょっとパースがついて小さく見えているということが意識できるとより良かったと思います。はい、そんなところで形に関してはね、その他その周りの描かれているこういった構造物、バックに描かれているちょっと脇役に徹してほしい構造物はそんなに違和感なく形取りができていますので、
一枚の室内風景の中の、モチーフっていう感じはうまく表現できていると思います。はい、次に明暗調子について見ていきましょうか。全体を通して白い石膏に対して暗い影、うまくコントロールができていて綺麗なトーンで描かれていると思います。調子についてはバックをね少し暗い天井とか、抑え気味のコントラストで描かれていたり、この鏡の向こうの世界もちょっとトーンをね省略しているというか、コントラスト弱めに調整して描いてるんですよね。この辺もうまいなと思います。手前の強いコントラストに対して円形は少し弱いコントラストでまとめようとしている。上手な処理の仕方かなと思います。ただ、頭部がちょっと弱いんですよね。これどうなんだろう。モチーフ写真からはわからないんですけれども、この辺の反射光にちょっと敏感に反応しすぎた気がします。ここまで明るくなかったんじゃないかな、実際は。もちろん反射した光によって影の中の明るい調子ってあるんですけれども、このコントラストだと頭が、ちょっと弱すぎる感じなんですね。やっぱり像を描くときに頭部、中でも顔っていうのは重要な役割を示すので、もうちょっと顔が目立ってもいいくらい、頭部がはっきり見えていいと思います。ちょっとね、そこが残念なところ。頭が小さくなって印象が弱くなった上にコントラストもちょっと弱くなっている。これ写真の撮り方だけじゃなくて、やっぱりこのくらいのコントラストもうちょっと意識的に入れてあげた方が良かったでしょう。で、最後に結構これ重要なことなんですけれども、難波さんが今現在持っている力を7時間で十分に発揮された作品だと思うんですが、これを美大卒の人の作品かどうかっていう観点で見ていくと何が足りないかということについてお話していきます。一言で言うと完成度です。完成度っていうのは、これを7時間かけて描いた作品、美大卒の人が7時間かけて描いた作品ですって言ってどれだけの人がそうかと思えるかという話なんですけど、もうちょっと手数を増やして作業量を増やして 2.5 倍から3倍くらいの作業量、仕事量がこの絵の中にあると、十分な作業量ですね、十分な力だなと思います。完成度を上げることです。仕事量を増やすこと。具体的に言うと、紙に対して鉛筆で調子をつけてますよね。これがね、塗りっぱなし、色を塗りっぱなし、書きっぱなしっていうね、ぱなしな感じがするんですよね。で、作者は作品に対して何をもって完成作品、これが完成ですっていうのかっていう、その作者が考える完成の度合いがまだ低い感じがします。これで完成でいいのっていうふうに見えるんですね。なので私はこれプラスあと7時間から10時間の仕事量が必要だと思います。で、それだけの作業を仕事をしたら完成度は、これの2倍から3倍の仕事量、完成度に上がると思うんですね。そうした時にようやく、できているっていう風に見えるかなと思います。ラフスケッチのレベルなんですよね。作品の仕事が。なので、きっちり、書き上げる。完成っていう、これをもって完成って断言できるところまで仕事をしてほしいと思います。で、自分自身で判断するわけですけれども、最初はですね、やはりそういった作品を、高レベルの作品を見て、何がその自分の目指すそのゴールなのかっていうのが分かんないと、多分この倍の仕事、
あと7時間から10時間仕事すべきですよっていう、そのイメージがつかめないと思うので、ぜひ、いい仕事をしてるというか、その美大卒レベルのデッサンの現物を見て、見ることをお勧めします。これじゃあどうすれば見れるのかっていう話なんですけど、一番手っ取り早いのは、近くの予備校に行って合格した参考作品っていうのをみんな所蔵してるんですね。どこの予備校も。で、その作品を見せてもらう。これは、うまく話をつけてですね、これから受験しようと思うんです。参考作品を見せてくださいってストレートに、そういうことにして見せてくださいっていうふうに言えば見せてくれると思いますし、もしくは、上野の東京芸大の中にある美術館に安井壮太郎がヨーロッパで学んだ時の人物デッサン、木炭紙に描いたデッサンが、現物が確か美術館で持ってたと思うので、それ展示する機会が時々あると思うんですね。見れる機会が。そういった機会を見逃さないで、ぜひ見に行ってみてください。もしくは、それの印刷物なんですけれども、池袋にある画材 R という、画材店でプリントしたもの、印刷物なんですが、ちょっと小さい印刷物が売られているので、1枚1000円弱だったと思うんですけど、それ見てみると、どこまで書くべきかっていう、その完成の度合いのイメージがつかめると思います。最後に、質問に答えていきたいと思います。まずね、形を取るとき片目をつぶって書くということなんですけども、よくわかります。例えば手前と奥のものがぶつかっているところを描く際に、両目で見るとこのどこで接しているのかがわからないんですよね。なので片目をつぶって利き目で見て接するところを判断する。その通りです。ただ、そこから書き込んでいこうとしたときに両目で見るので、見えないところが見えたり、そうなりますよね。ですが、デッサンって両目で見て書くもんです。なので、形を決めるときには片目で決めるんですけれども、接しているところ、どこに接しているのか。そこから先描く際には両目で見て書いていってください。判断するのは作者であって、ここでぶつかるって決めた後、両目で見て、もしくは頭を振りながら右に動かしたり左に動かしたりして、ちょうどいい、両目で見てちょうどいいぶつかり加減でこちらを描いてこちらを描いて、そうやって仕上げていきます。今ね、頭を振りながらって言いましたけど、前後のものがあるときには、手前と奥のものがあるときには、やっぱりその境界、どこで接するかっていうのは結構重要なポイントになるので、よくね、頭を動かさないで描き始めましょうって基礎デッサン、絵画教室なんかで始めた時に言われること多いと思うんですが、実際はですね、頭振りながら描いてるんですね。右から見たり左から見たり、隠れて見えたりよく見えたりっていう裏側を見ようとして、頭を左右に振りながら見ていくのが実際です。で、そうした時に見えすぎちゃったけど描かないわけです。例えばこの脇の下の奥側、頭を右に振ったらもっと見えるんですよね。もっと見えるんだけど、絵に描くときには頭を戻して、そうなってるのかと。構造を理解した後、見えるところまで戻ってから見える部分だけを描いていく。そんな風に形取りで決めた線をそのまま活かして、で、見えるけれども、つまり見て分かったけれども、それは分かったっていう情報は受け止めておいて、そこは書かなくていいです。見えるところまでを書いていく。ただ、その見えるところを書いてる際に見えない向こう側を知ってることによって見えるギリギリまでが際まできっちり形を把握して、描くことができるので、描くときには片目で描くんじゃないですよ。形取りは片目でいいですから、描く際は両目で描いてください。これは今後どうしていいかわかんないっていうのは両目で描いていきましょう。あと最後に、顔がうまく描けなかった、綺麗に描けなかったっておっしゃってますけれども、形はもう十分似てると思います。自信持ってください。上手なプロポーションというか、形のプロポーション、目鼻口の比率、比例はよく取れていると思うので、自信持ってください。そんな悲観することはないです。形取れるタイプの方だと思うので、大まかなプロポーションとか顔が似る似ないっていうそういったところに関してはそんなに苦労せずに今後も進んでいけるんじゃないかなと思います。
問題はね、一番重要な点は完成度。何をもって完成とするのか。ラフなスケッチではなくって、しっかりとこれでできましたっていう一作品としてね、言えるようにしていってほしいなと思います。はい、今日の講評は以上になります。さて、いかがだったでしょうか。100人100作品高評会。今回の100作品目をもちまして、すべて終了となります。皆様長い間お付き合いいただきどうもありがとうございました。この100作品高評会、2年ほど前になりますが、2020年の1月の30日に作品募集の告知をしてから、ここまでで2年3ヶ月かかりました。最初の高評会が2月の26日、第1作品目の高評会をスタートしたんですね。で、それからだいたい毎日更新っていうのが約3、4ヶ月くらい続いたと思うんですけれども、そこから YouTube チャンネルの更新頻度を少し変えました。それまで毎日更新だったのを、アトリエの休業日にはちょっとお休みを取るようにしたんですね。で、それからしばらくそのペースで続けていたんですけれども、一時期ちょっとアトリエの方が忙しくなってサボってる期間もありました。そんなわけで、当初、半年以内くらいで100作品公表を終えるつもりでスタートしたわけですけれども、蓋を開けてみれば、というか実際どうだったかっていうと、2年3ヶ月。結構長丁場だったんですけれども、ここまでの好評で皆さんの作品に対する私の、基礎デッサンにおけるですね、気をつけた方がいいポイント、独学の方がつまずきやすいポイント、そういったことを、作品ごとに折に触れ、繰り返し注意事項とか、アドバイス述べてこれたかなと思っています。自分の作品なかなか人に見せる機会がないという方、この100作品高評会結構ね勇気いったと思うんですよね。人前に出すとか人に批評されるなんて結構ね見せるだけでも恥ずかしいのにいいとか悪いとかって言われるのはね結構大変な精神的にね、メンタル的に辛いこともあるかなと思うんですけれども、よくぞ出品してくださいましたというか、すごいその勇気に感謝いたします。というわけで、この100作品高評会、今日で終了となります。で、ウニアトリエというのは、もともと新潟にある小さな絵画教室なんですが、オンライン絵画教室というリモートでの授業もやっております。なので、お近くじゃない方もそちらで受講することできますので、下の概要欄に貼っておきますので、アトリエのホームページもチェックしてみてください。はい、今日の講評&動画はこれで終わります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。